今回は中村れのさん、全メンバーが羨む仕事決まるに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。中村れのがミュージカルエンドレスショックに出演することが決定いたしました。中村はヒロイン、リカ役を演じます。今回はエンドレスショック本編とエンドレスショックエターナルを2作同時上演いたします。ぜひ劇場で、お待ちしております。初戦ジャニ舞台。ジャニーズやんけ。羨むの神奈川だけだろ。ジャニとのコンパ。こうやって繋がっていく。乃木坂46と表記されていないのなぜ？もういい加減、誰かフォーユーと付き合ってやれよ。フォーユーと取られた宮沢エマは違う彼氏できたな。ほえマジか。レノチオメ。何が評価されて抜擢されたんだ？これマジで快挙だろ。久保の大河霞で。やりましたね、おめでとうございます。史上最強の女優世代、乃木坂3期、山下美月、NHK 朝ドラ、ヒロインの親友役、久保しおり、NHK 大河、織田信長の娘役。梅沢みなみ、帝国劇場ヒロイン、中村れの、帝国劇場ヒロイン。与田祐希、品川博監督映画ヒロイン、伊藤リリア、日生劇場ヒロイン。しょぼいな。3期生の女優ゴリ押しキャンペーン中だから。また事務所のゴリ押しか。早川みたいなことになったらガチでジャニオタにぶっ殺されるから頑張れ。キンキキッズ潰した中村。すげえじゃん。中村は以前もジャニーズと舞台で共演したが、ノースキャンダルだった。ジャニの女オタは中村を叩こうとしたが、スタイルと美貌、演技力で逆に認められ、以後は口垢として中村を支える。セイラ何かしたの？本番中に泣いて歌えなくなって舞台中止、降板、休養。そうなんだ、ありがとう。休養ってそれだったんだね。早川のと違ってジャニオタしか勘に来ないお遊戯舞台だから平気だろ。舐めてると死ぬよ。よかったじゃん。抜擢度で言えば史上最高かも。早川とは人間性が全然違うけどな。元 AKB の梅田彩香がやるような役だぞ。今日も焼いてあげるね。梅田彩香は4年前にやってるから全アイドルで一番すごいんか？梅ちゃんの成功のおかげだぞ。歴代ジャンルごちゃごちゃだからあんま関係ない。ちな歴代には売れる前の松本まりかもいた。セクシーゾーンと稽古含め3ヶ月ずっと一緒にいられるなんてみんな羨ましいだろ。リカ役は過去に黒木メイサ、松本まりか、神田沙也加、宮沢エマ、滝本美織とかがやってる。普通にすげえよ。やっとレノが正当に評価された気がする。見に行きたいけどチケット当たるかな。バスラがどうのこうのの日じゃないし。ショックはジャニー以外の FC 枠ないし無理やろな。マジで羨むメンバー多いから困る。トレンド1位だったからてっきり卒業かと思ったわ。快挙じゃん。おめ。昼と夜で違う作品を上演する日もあるってなかなかの高難度舞台やん。ジャニーズもこんなの使わないとあかんくらいに落ちぶれたか。Y が1億円持ってって出してくれ言うたら出れんのかな。ジャニーズのファンは親とかの名前を借りて、一理で何個か FC 会員になって抽選参加するらしい。FC 会員でも落選続出するのに、よそ者がチケット買うのは不可能。ショックは一般プレイガイドや様々なカード会員選考など窓口は広い。おそらく乃木坂選考もあるだろうがジャニオタがなだれ込んでくる予感。ジャニの FC 入ればいいのか？フォーユーは確か無料だったはずだが。4、5期メンバーが見に行くときは中村目的じゃなくてジャニ目的で行くやつが多数出てきそう。目覚ましテレビにレノ映ってる。ほんと快挙。場所も定劇だし梅ちゃんに続き快挙ですね。頑張ってほしいです。ちょい役じゃないことを願う。宝塚でいうトップ娘役みたいなもんだからプロダンサー従えてセンターで踊るんやで。衣装もゴージャスだし出番もセリフも歌も多いよ。お召し替えがすごいからメイク衣装係が数人つく姫待遇や。昼夜で別作品やるから2作品分稽古が必要。シングルキャスト、新規キャストはレノだけ。多分めちゃくちゃ大変だけど頑張れ。
今までレノに少なかった女性ファンも増えるし5期からは羨望の眼差し。ちゃんと真面目に活動していたことも評価されたし実はレベチなところも評価してもらえた。歌スタイルルックスと実は3期でもトータルでトップなんだよな。マジですげえじゃん。中村おめ。中村がコツコツやってたのもあるし乃木坂一強だから乃木坂から選ぶよな。見るんなら序盤のチケット取ることおすすめ。絶対後半コロナでほぼ中止になるから。ショックは女オタ厳しいぞ。普通に考えてジャニーズのそこら辺には負けないと思うけど同じ目線で評価してくれないからな。まあレノはそんなんでへこたれたりはしなさそうだけど。でもレノチの舞台は久保ちゃんにも通じるすごく安定感はあるよね。最初の星の王子様の時からうまかった。ジャニオタでも年齢層や種族が違う。若い綺麗な女の子のお客様キャストってだけでかなりチヤホヤされる。今回はセクゾの佐藤勝利がいて客層も若くなるだろうからちょっと違うかもね。それはヒロイン役にも実力があるからでしょ。ジャニ舞台とはいえ伝統があるから若くて可愛いだけで本番ダメならフルボッコされる。ただでさえ前年が宝塚トップ娘役からの現役乃木坂で格落ち感あるところをレノがちゃんとやれば受け入れてもらえる。昔よりやることが増えてるから比較されないよ。歴代キャストで一番人気はダンス苦手だった神田沙也加だし。レノチ座長の12月のアンダラもすごく良かったしね。人数が少ないのもあって団結力がとてもあった。まあ結構なことだけど卒業しても同じことができるのかって話だよ。レミゼとショックってどっちがすごいんや？それは圧倒的にレミゼ。言い方あれだけど、各々グループのあまり人気のないメンバーが集まって一緒に何かをやるって感じ。堂本光一が階段の上からゴロゴロ転がって落ちてくるやつか。すごい有名な作品じゃん。言い方あれだけど、他のグループに売り上げで勝ってるとかよりこっちの方が手応えある乃木坂一強感。スパイファミリーの夜もなかなかすごいと思うけどな。話題作だからすごいとは思うけどぶっちゃけ中村って選抜なかなか遠いじゃん。でも前田美波里と共演でしょ。グループの勢いを正しく使えてる感じがすごい。グループの勢いというかこれは中村が今まで積み重ねてきたものの成果だと思うよ。グループ内での序列に関係なくワンチャンある感じというと伝わるのかな。よそのグループだと2列目くらいまでにいないとこういうのはないイメージ。乃木坂の看板すごいな。ジャニと繋がるだけじゃねえかよどうせ。別にジャニと繋がってもいいというかそれはある意味めでたいことだしあれだけメルヘンな人が繋がるのかという。マネージャーがしっかりしてないと芝居の共演者は付き合うパターン多し。舞台は婚活パーティーみたいなもんだから避けられない。もっと可愛いメンバーキャスティングすればいいのになんで中村なの？演技が上手いという評判も聞かないし。いや演技は元から上手いっしょ。それにスタイルも良くてビジュアルもいいじゃん。もう役者に専念した方がいいね。去年この役をやった綾崎愛理って人は相当好評だったらしいな。正直よくわからん。山下の朝ドラ久保の大河よりすごいの？さすがに朝ドラ大河の方が圧倒的にすごい。おめでとうジャニーズ陣営の共演 OK が出るのも大きい。間違い起こさなければ今後も活動に有利に働くね。これがアンダーセンターの欲だー。すげえなメンバーが超羨ましいだろ。神奈川とか。すれたいはジャニーズだらけだから羨ましいってことか。そんなにもメンバーたちはジャニーズ好きなんかな？そりゃお前みたいなおっさんよりはジャニーズの方が好きだろ。乃木坂現役の中では舞台経験が一番なのは中村。ジャニーズの人見る目あるな。人気ないし無名だがスタイル、歌唱力、演技力で乃木坂内上位。乃木坂ブランドなんて求められない仕事なのに。レノはダンスも上手いぞ。3月のミーグリが調整だったし何かあるって言われてたらこんな大きいのだったとはね。スタイルがいいって身長が高ければそういう評価になるの？顔の大きさとか身体の細さとかは？レノはめちゃくちゃ顔小さいけど。これで相手するのは最後ね。なんとなくだけどジャニーズ関連の仕事に神奈川は選ばれない気がしてる。
なんでだよ。スキャンダルなく終われば選抜へ？選抜はたまにやる程度じゃないかな。舞台特化型だと思う。今からレノが選抜入りなんかするはずない。それより卒業した方がいい。まあ卒業後のこと考えたら選抜よりも舞台ガンガンやってたった方がいいかもしれないしな。俺がジャニーズだったらせっかくジャニーズに入って乃木坂と仕事ができると思ったのに相手が中村だったら泣いちゃうな。お前はジャニーズになんてなれないんだからそんなたられば語る必要ないよ。もう。長身のレノがジャニーズの舞台に出るとは意外すぎるな。この舞台、高一のライフワークで十何年のロングラン公演中だろ。レノチ一生安泰きたー。舞台って連日稽古して、本番迎えて打ち上げやらでめちゃくちゃ距離が近くなってそこから恋愛に発展するケース多いんだよな。単純接触効果だし仕方ないけど気をつけてほしいわな。ジャニの遊戯会に出てもね意味ないよ。朝ドラや大河出てみろや。ワンパターンの対立煽り。前回宝塚トップ娘役でジャニオタからも好評だったらしいからレノもガンバ。中村おめ。3期すげえな。アミューズ側のミュージカルばかりに出てたレノだけど今度のは東宝だろ。早川セイラみたいに病んだりしないのか？中村は当時の早川みたくずっと忙しいってことはないからこれ一点に集中させとけば大丈夫だろ。早川があんなことになったのは延期されたスタタンライブと日程が被っていっぱいいっぱいになってしまったから事務所がちゃんとスケジュール調整してあげれば大丈夫だよ。子供ドラマや映画の撮影とバスラのリハと本番と舞台のリハが思いっきり被り、大阪でライブと東京で ANN も被り。まあこいつは鉄人だから真似しちゃいけないレベルだけど早川は確かにかわいそうだった。そこに関しては運営のミスが強い。でも早川なんて乃木坂46のメンバーだからキャスティングしてもらったんだから両立できないとなるとなかなか厳しいよな。スタタンに関しては不運だったけど。これじゃあ影山で騒いでたお日様がバカみたいじゃん。この舞台はかなり拘束されて女優も他の仕事なかなか入れられないからアイドルなら人気面は無理だね。ジャニオタでも激戦だし乃木枠なんてないからチケはほぼ取れないと思った方がいい。舞台を潰した印象の方が大きいのが乃木坂。わざわざ日向坂辞めた渡辺美穂さんの立場。中村から繋がるメンバーって向井と家電とか坂口とかその辺のアンダーメンバーでしょ。それなら乃木坂全体としてはノーダメだから問題ない。何こいつ。朝早くからアンチ活動ご苦労さん。誰をたか知らんけどきっしょ。まあジャニオタには好かれそうなお姫様ルックスではある。キャリアを積む上でいいと思う。言うてもジャニーズのミュージカル畑の連中はとんでもないプロ意識だからな。セイラみたいに病まないような対策を取ってから送り込んでくれよな。東宝は独特の雰囲気なんだよ。ドラマなんつうのはぬるい仕事。ミュージカルこそ高難易度タスク。なんか、4期弱くね？これはガチですげー。前回は元宝塚娘役トップがヒロインだったからな。実力ないと選ばれんからな。3期ツインタワーが2人とも帝劇女優か。朝からずっとトレンド残ってるな。ショックもレノちゃんも大反響。乃木坂メンバーの舞台はチケットセールスを期待されて起用されるケースが多いと思うけど、これはもともと即完当たり前の普通の人がなかなか買えない舞台だからな。本当に役者として評価されているんだろう。すげえじゃん。レノちゃんでトレンド入りか。これはすごい。大御所の出演者が勉強になったという舞台。いっぱい勉強して次に繋がるといいね。さやかさんも出ていたことあるね。舞台のことはよくわからんから誰か野球かサッカーで例えてくれ。川崎宗則がメジャーかな。冨安がアーセナル。藤波がメジャーリーガー。でも中村アンダー、与田選抜なんだよな。乃木坂運営が見る目ないの？与田はそれなりに大きい仕事してる。比べるなら田村とか早川だろ。あいつらの貢献度低すぎ。中村にも要因はあるわ。あるが見る目ないのはオタ。以上、中村レノさん、全メンバーが羨む仕事決まるに対するオタたちの反応でした。
舞台わかんないけど、冨安アーセナルで凄さがわかった。頑張ってほしいな。良ければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。